12月1日で手帳の日ってことらしくって、最近ずっと同じ手帳ばっかり使ってるんであんまり手帳のこと語れないんだけど、じゃあそのずっと使ってる手帳が何なのかっていうのを紹介する動画を撮ればいいのかなと思いまして、急遽こんな感じで撮っております。でまずね、この手帳がどういうものかっていうことをね紹介していきたいと思いますけれども、じゃーん、こちらですね。ちょっとなんか近すぎてなんだかわからないですけど、高橋書店の T's Direction Diary っていうのをこのね数年間、愛用してるわけですよ。数年間っていうか、本格的に使い始めたのは確かこれ2015年かなからなんですけど、まずこの T's Direction Diary っていうのがどういいのかっていうところをね紹介していきたいと思います。割とシンプルな手帳なんで、そんなにねこうなんか変わった手帳じゃないと言い切っちゃっていいのかな、じゃないと思うんですけどね。ちょっと自分が慣れちゃったんで変わってるか変わってないかの判断がついてないだけかもしれないんですけど、とりあえずねサイズは今これ B6 サイズかな、そうですよね。で1738円税込みですね。これは来年の分、2022年の分なんでもう買ってあるわけですけどね、もうこれは間違いなく使うんでね、結構早めに出たぐらい買っちゃうんですけど、でどういった手帳かっていうのを紹介すると、書いてある通りなんですけど、週刊バーチカル式で、あと月間ブロックカレンダーがついていて、で土日均等タイプ、ここね重要ですよね。そういったところはね、細かいね手帳というのは条件がいろいろ違うわけだから、この外見のデザインがどんなに気に入っても中身のねレイアウトが気に入らないとかだと使えないっていうのがね悲しいところなんですけれども、これはもう本当にそれらの条件に合っているし、自分がこの手帳に使い方合わせたっていうこともいっぱいあるんですけど、なんでもう毎年ね使い方が決まってるっていう感じで今これを愛用しています。じゃあ中身見ていきましょうか。こうやってね路線図があったりとかそういったのもあるんですけど、まずはねこうやってカレンダーがありますね。これ大体ねどの手帳にもあるかなっていう感じですね。一応去年のものと来年のものもついてるんで、長期的に来年のこれぐらいは何曜日かなとかいうのも見れるわけですね。で次はこうやって年間スケジュールといいますかね、どれぐらいの感じでこう祝日があるかとかもわかるし、あとはもう本当にちょっとした予定とかだったらここに書いていくっていうのもできますよね。子供の頃はこういうところにね人の誕生日書くのすごい好きだったんですよね。もう何ちゃん誕生日、もう毎回手帳とか日記帳とか買ったらこういった年間スケジュールのところとかに誕生日を写していくっていうね、前の手帳からそれが好きだったんですけど、で次はブロックカレンダー、これも普通な感じですよね。でこの左のところにこう余白があるので、ここにその時にやりたいこととか予定とかっていうのの大雑把なことを書いていくという使い方ができますよね。であとは普通にって何度も言っちゃうとあれなんですけど、月曜始まりのカレンダーなんで、一般的な平日っていうのが固まっていて、週末っていうのが後ろにまた固まっているっていうね、特にその辺は私こだわりがないので、手帳の場合は大体でも特に日曜始まりにする必要性は私としてはこだわりがないので、逆に別に月曜でもいいかなっていう感じですね。でこれがまとまって1年分あって、で来年の分の1月2月3月ってあって、で次はバーチカルの習慣ですね。このダイアリーの一番の特徴っていうのがこの余白なんですよね。
この下にこんだけ大きな余白がまとめてあると。時間軸はね6時から24時までかな。なんで深夜帯にも活動する人っていうのにはちょっと向いてないかもしれないですけど、まあ私はね深夜帯に活動はするんですけど、逆にこう朝早くにはあんまり活動しないで上の方開くんで、昨日のこの24時以降にやったことっていうのはまあ次の日の朝方に書いちゃおうかなっていう感じで運用しています。この見開きでこう使っていて、その週にあったこととか、まあメモしておきたいことっていうのはこの下のね余白のところにどんどん書いていったり、何かを貼ったりっていう感じで記入していくんですけれども、これに慣れちゃうとねこの欄ないと寂しいんですよね。なんでこの欄にこうもうなんていうか書くことはねまあくだらないことですよ。ゲームのなんか成績が良かったとか、あとはなんかちょっと覚えておきたい誰かからの電話の内容とかをですねパッとメモったりする時とかに、まあ、この欄を使うんですよ。なんでねここに何も書いてない週っていうのももちろん出てくるわけですけれども、それはそれでいいと思うんですよね。このことは特にこだわりだと気づいてなかったんですけど、こうやって月がまたがる時とかにページが分かれずにやっぱ連続して続いていってほしいんですよね。これは4月の30日から次1日っていう風にこういう風にねつながっていてほしい。これがたまにですねこの30日で一旦終わって、でここにはまあ1があったりなかったりっていう感じで、その次にブロックカレンダーが1枚見開きで挟まった後にまたバーチカルが始まるとか週間ページが始まるっていうダイアリーもあるんですけども、それだとなんかちょっとそのなんていうかな、ブロックカレンダーを連続してみたい時とかにこうどこからそれが始まるかとかっていうのをちょっと見つけるのが大変だなと思って、まあ大体ねインデックスがこうやってあるからいいっちゃいいんですけどね、こういうこの端っこのとこですね、バーチカルのページがあとそう土日のところですね。土日が均等じゃなきゃ嫌なんですよね。特に土日に何も書くことないとかっていうことがないし、これをスケジュール表じゃなくってやったことメモとして大体使ってるんですよね毎年。なんでそうするとなんかここがなんか半分ずつとかに土日で半分ずつとかになってて、あと6日間ある6日間じゃないか5日間か5日間分あるとかっていうレイアウトだと、私の場合はちょっと土日の書く欄が少なくなっちゃうと困るので、土日は平日と同じ感じで均等にあってほしいんですよね。なんでこの土日均等タイプっていうのはちょっと譲れないところかなと思っています。であとねそうだな、何気にこのね1年で今日が何日目であと何日あるかっていうこの数字もちょっとね楽しみなんですよね。いろんな人がもう半年過ぎちゃったのかとかっていう風に言ってる中、私はこのね6月30日とかに今年も181日過ぎてあと184日しかないのかとかね、何気にそういう風に考えられるんでちょっとこれいいですよね。スピンは2本3本入ってますね。もうおまけページになると。あとはノートのページですよね。方眼のページと罫線のページとおまけページっていう風にあるんですけど、方眼のところとかは1年間にどれぐらいのボリュームでやったかっていうことを記録しておきたいものをねつけてるんですよ。例えば行ったことのある博物館とかを何月何日にどこに行ったっていうのをただ延々書いていくとか、そういったことをですねやりたい時にこれで書いてる。で後ろの方のこの資料ページなんですけど、資料ページはね最近資料としてあんまり使ってなくって、この上にもうどんどんね付箋を貼ってっちゃってるんですね。付箋貼りページとして使ってる。何か書いた付箋を貼っておくページとして、とりあえずこの資料のページから貼っていけば資料を使うことがあるかもしれない。ちょっとそれあんま人にはおすすめできないですけど、一応ね一番余るページかなということもあって、あとはその付箋を貼るページとしてはこの2月3月と来年の123月とか、去年これで言うとこの去年今年のところなんですけど、この余分にあるこの11月とか12月とかっていうページにとりあえずその付箋を貼っていくっていうのをやってますね。あと去年のデータをまとめたものを付箋に書いてここに貼っておくっていうことで、あれなんだったっけなって思った時とかに前の手帳を見直さなくてもここにある程度ね必要なことは付箋に書いて貼ってあるっていう形にできます。
のでちょっとそれはおすすめですね。あとはこの後ろにパーソナルデータとかを書く欄もあるんで、そこも埋めたい人は埋めたらいいんじゃないですかね。私は別にあんまり持ち出さないんで埋めてないですけどね。あとアドレス帳も別冊でついてくるんですけど、最近もうねアドレス帳とかってねちょっと使わないんで、これ別に今年のじゃなくてもいいわけじゃないですか。あとねこれちぎれるノートとかもあって、ちょっとこれ便利ですけどね。でもそんなになんか使わないかな。今年もこの手帳を使って1年やっていこうかな。今年じゃねえや、来年ですね。来年はこの手帳をまたね1年使っていこうかなと思ってます。ティーズディレクションダイアリーなくならないでほしい。なくならないでほしいって言ってもね、さっきここに置いていた通りにですね、もうずーっと使ってるわけですよ。2021とかもね、これ今使ってるものですね。その他にもこうずっしりとあるわけですけどね。でまあ基本的に何に使ってるかって言ったらもう記録なんですよね。入稿まあね、基本的にそのなんていうんですか、漫画が多いんですけど、何の本を読んだとか、あとはまあお弁当を作ってそれが今年の何個目とかね、そういう感じですよね。あとこの年は上にこうやって歩数を書いてある。何歩歩いた。とにかくねボリュームを知りたいんですよね。これはねアニメのデスノートこんなに見たのかな。アニメですね。で86っていうのがこの年で何本目のアニメ視聴で、これは話数ですね。1234とか書いてあるね。まああと予定とかを管理したい時とかはこの付箋をね使ってですね、これはもう終わったものなんでこうやってその日のところぐらいに貼ってはあるんですけど、これをですねこの1週間前とかに貼っておくとそのページを開いた時に来週あれがあるのかとかっていうのを確認できるわけですよ。なんかね自分スケジュール管理がすごく苦手で、なんかスケジュールがだいたいおかしなことになっちゃうんで、こうねパッと見たとスケジュール帳っていうのを開かないわけですよ。だから開くものにスケジュールを書いとかなきゃいけない。なんか分かってもらえるか分からないんですけどね、こう見ないものにスケジュールとしてまとめてスケジュール帳っていうのを作っちゃうと、多分そのスケジュール帳を見ないっていうのが発生しちゃうので、スケジュールっていうのは見るところに貼っておく、書いておくっていうのが一番いいんですよね。ではね、次はこの手帳との出会いがどういう感じで出会ったかっていうのをね説明していこうと思いますね。2012年にですね、高橋書店のフリースペースダイアリーっていうのをいただいたんですよね。これはね、なんかもし手帳今度来年使うやつ決まってなかったらこれどうみたいな感じで、別になんかおすすめだからってくれたとかそういうんでもなく、別にメーカーさんからもらったとかそういうんでもなくって、お友達がこう「いやこんなのもらったんだけどさ」っていうのなんか使うんだったらあげるよみたいに言われて「もらう」とか言ってもらったわけですよ。でもらったんで使おうと思って使ったんですけど、すごいね変わったダイアリーなんですよね。フリースペースダイアリーって書いてある。フリースペースってなんじゃらほいって感じなんですけども、なんていうんですか、こうねもういきなり変わってるじゃないですか。これ年間スケジュール表のページですけど、細か同じ B6 サイズでこの真ん中に集まりようがね、ブロックカレンダーのページ、ちょっとねこうなんていうかこんな感じでねバーチカルなページなわけですけど、このねフリースペースっていうのはこうねびっくりですよね。こうなんていうんですか、平日も週末も関係なく配置された、さっきのティーズディレクションと同じなんですけど、であれはね下の方に余白がまとまってたと思うんですけど、これはもうね四方8方にねこうやってスペースがあるわけですよ。すごいですよね。なんかもうこの感じでもこう結構ねそれで使ったんですよ。こういう感じでね、これはねほぼ同じことですよね。
なんていうか読んだ本のメモをしていったっていうところではもう全く同じで、何時頃っていうのは関係なく上から詰めて書いてますね、この時はね。あまり何時頃に本読んだとか関係ないですからね。多分ここ見せても大丈夫なとこだと思うんだけど、だからこの週に捨てたものをね書いたんですよ。あとはまあ普通にね、なんかトレーニング、筋トレと、あとなんか見たアニメと本って感じですかね。読んだ漫画みたいな感じで書いてある。こういう風にね、なんか周りにいろいろ書いていくっていうのはね、結構面白いなと思って。でまあ書いたり書かなかったりはしたわけですけれども、余白がいっぱいあっていろいろ書けるなっていうこのね体験をした結果、このなんていうかその週にあったことをフリーに書ける欄っていうのが大きいっていいなと思ったんですよ。なんでなんかこのタイプの手帳もう一回使いたいなって、まあね2012年から次使ったのが2015年なんで、多分13、14は別のものを使っていて戻ってきたんですよね。で戻りたかったんですけど、このタイプはもうなかったんですよ。なんで新たにその T's ディレクションっていうね、これがさっきお見せしたこの上に日付がまとまっていて、下にフリースペースもまとまってるっていうタイプをね使うことにしたわけですよ。こんな風に出会ったわけですけども、赤とね青でだいたい2色あるので、毎回できればこう交互に使っていこうっていう感じで使っているんですけれども、まあそんなことで今日は T's ディレクションダイアリーの紹介でした。それでは。